どうも皆さん、こんにちは、ゆうすけです。今日はね、悪口について話していきたいと思います。今回の動画は結構ゆっくり話すので、理解の方に、集中してほしいと思います。はい。ついにね、悪口について話す時が来たかと思っています。あんまりね、YouTuber として、こういう悪いことっていうのは、あんまり広めたくないんだけど、でも、やっぱり気になるじゃん。悪口って、俺も他の言語気になるよ。どんな悪口があるのか。だから、今回は私が日本語の悪口、どんなのがあるのか、ちょっと説明したいと思います。で、あのーこれ先に言いたいんだけど、その使わないでね、あんまり人を傷つけるために使うっていうのは良くないので、はい。まあね、あくまでもどんな悪口があるのかっていうのを知るための動画ですし、なんか特定の人をバカにするために使うのはやめてください。はい。で、早速本題なんですけど、悪口って、いろんな言語にあると思うんだけど、日本語の悪口って若干ちょっと他の言語と違う。似てる言語もあるんだけど、その悪口っていろんな種類があって、直接的な悪口と婉曲的な悪口。この二つがあります。例えば直接的な悪口だったら、日本語だとバカとかカスとかキモいとか、こういう直接的な悪口、もうその言葉自体が悪口みたいな、こういうね、どの言語にもあると思います。で、俺がね、めっちゃ思うのが、日本ってこの、言葉自体が悪口っていうのが結構少ない気がする。で、他の言語めっちゃ多いと思う。例えば、前、あの、俺チェスやってたんだけど、そのチェス .com でチェスしてたら、相手とチャットができるじゃん。で、相手とチャットしてるときに、めっちゃ悪口言われたのよ。俺が、勝ってたからね。そう。よくあると思う。そういうオンライン対戦のゲームでよくあると思うんだけど、それで、悪口言われたんだけど、英語の悪口。これ言わないんだけど、ネットで調べたら、意味がわからないんだよね。なんか日本人の俺からすると、え、このどこの部分が悪口なのっていうのはめっちゃ思います。なんかね、よく英語でもあるんだよね。英語で悪口言ってる人見るんだけど、なんか日本人の俺からすると、それをそもそも悪口だと思わないんですよね。なんか言われても、そういう言葉あるんだって終わっちゃうっていう。うん。だから、日本語ってそういう直接的な悪口がすごく少ない。じゃあ、どんな悪口があるのか、ちょっと見ていきましょうか。はい。じゃあ、まずね、いろんな悪口あるんだけど、今回まず最初、婉曲的な表現です。これね、皮肉だね、皮肉。皮肉的な言い方をよくします。例えば、なんかすごく、自分勝手な人がいるとする。で、そういう人に、お前自分勝手だなって言わないんですよ。言う時もあるよ。言う人もいるんだけど、よく聞くのが、いいよね。〇〇は自分があってとか、いいよね。〇〇は信念があってとか。信念があるっていうのは、ポジティブに聞こえるんだけど、言ったら、自己中、自分のその考えだけで動いてる人みたいなニュアンスがあります。他にも、なんか、わがままな人に対して、自分に正直だね。と言ったりね。俺こういうのは普通に言われたら、腹立ちますね。多分日本人って、普通のさ、会話がもともとたくさん省略するじゃん。たくさんいろんな言葉を省略する。で、相手が何て言いたいのかを想像する文化がある。そもそも日本語に。だから多分、つまり俺がわがままって言いたいのって思っちゃうんだよね。
そう。だから結構日本人は、こういう言い方をされると、ムカつくみたいな人はいる。実際、俺がそれでイライラします。他にも、どんなのがあるかっていうと、例えば、なんか、〇〇はいいね、すごく幸せそうで、悩みとかなくて、羨ましいとか言うと、その、悩みがないってことは、何も考えてない。バカみたいなことを遠回しに言ってるっていう感じ。で、こういうの言われたら、どうですか？腹立ちますか？イライラしますか？人によっては、全然イライラしなかったりするかもしれない。そう。私だったら、いやいや、俺だってたくさんの悩みがあります。ちゃんと考えて自分の人生生きてますよ。って思っちゃうね。そう。ちょっとイラってしちゃう。そうそうそう。でも、相手との信頼関係もすごく大事かなっては思うんだけど。でもね、こういうことはよくあるかなって思います。で、結構ね、その直接的な悪口っていうのを今回あんま教えようとは思ってなくて、あんまね、その使ってほしくないっていうのはあるんだけど、せっかくなら、日本人の使い方とか、日本人らしい言葉っていうのをみんなに、覚えてほしくて、結構ね、面白い言葉を今回紹介します。This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. まず、一つ目、頭お花畑っていう悪口があります。頭お花畑。お花畑っていうのは、花がいっぱいあるところなんだけど、もう頭がそれなのよ。頭の中にお花がいっぱいある。つまり、現実をちゃんと理解してなくて、すごく楽観視してる人。楽観視。ちょっと難しいんだけど、すごく、なんか、ポジティブに、でも自分の都合のいいように、いろいろ考えちゃう人。こういうね、頭にお花畑がありそうな人のことを、頭お花畑とか言ったりするし、お前頭お花畑かよとか言ったりします。頭の中がお花畑っていう意味でね。はい。結構これ、面白いな。考えた人がすごいなって思います。他にも、無能っていう悪口があります。これどういう意味かっていうと、漢字が、見たらわかると思うけど、無力の無とかに、能力の力なんですよ。だから、能力がないっていう意味。だからもう使えない人間とか、そういう時にね、使えます。無能って。結構ね、これはね、きつい言葉だね。もう言われたらね、泣きます。もう無能って言われたら泣いちゃうけど。うん。逆に反対の言葉で有能って言葉はあります。あいつはすごく仕事ができる。あいつは有能だ。みたいな感じ。そう。無能はね、なかなかきつい。悪口かな。はい。で、他の悪口っていうのは、脳筋。脳筋っていう。悪口にもなれば、今紹介してる悪口って、うまく話せばいじりにも使えるから。でもこの脳筋っていうのは、あの、脳みその中が、筋肉でできてる。そう。だから脳みそがない。もう脳みそが筋肉みたいな。だからその、すごく単純な人、頭で考えずに、力とか勢いだけで物事を解決しようとする人、こういう人を脳筋って言いますね。そう。段ボールとか開けるときに、そのカッター使わずに、もう手でこうやって開けるみたいな。こういうやつはもうめちゃくちゃ脳筋。そう。悪口じゃない時もあれば、悪口で使う時もありますね。結構面白い言葉かなって思います。で、あとは、シンプルに、使えないっていう言葉、悪口があります。使えないっていうのは、普通に訳したら、I can't use it とか、そんな意味なんだけど、人に対して使えないっていう、君が使えない人間だっていう、役に立たないっていう。
意味で使うことができます。さっきのね、無能と似てるんだけど、これもね、結構ひどい悪口かな。人の能力をバカにする言い方だね。はい。じゃあ次、性格をバカにする悪口、ちょっと教えたいんですけど、まあ、有名なのは空気読めないとかね。空気読めない。空気っていうのは、まあ、この空気だね。が読むことができない。だから、周りのことをちゃんと考えることができないって感じ。そう。場の雰囲気を理解できない。簡単に壊しちゃう人。こういうのを空気読めないとか言ったりします。他にも、あの器が小さいっていう言葉があります。器が小さい。器っていうのは、心の余裕のこと。心に器がある。この心の余裕が小さい人。これはすぐに小さいことでも起こっちゃう。そういう人を、器が小さいとかって言って、馬鹿にしたりします。私はしないけど。私はしないけど、そういう言葉があります。で、最後一つなんかをしようかなって思ってるんですけど、若者でよく使うスラングを一つ教えます。これは、生きってるです。もうね、めっちゃ使う。使うって言っちゃよくないけど、なんか聞きますね。自虐で言ったりもするし、他の人に対して使ったりもするんだけど、強そうとか、偉そうに振る舞っている人のことを生きっているって言います。生きってる人。例えば、どんなことが考えられるかっていうと、大学生で20歳行ったら、タバコ吸える、ビールも飲めるようになるんだけどね。日本の法律では。なのに、その年齢じゃないのに、タバコ吸ったり、ビール飲んだり、ちょっとかっこよく振る舞おうとする。これね、生きってる。これめっちゃ生きってる。そう。で、こういう人たちに生きってるって使ったりできます。はい。今回は、こんぐらいにしとこうかな。本当はね、悪口ってめちゃくちゃあるんだけど、あんまりこの悪口を紹介すると、俺の印象が悪くなっちゃうので、はい。でもどうですか？これね、結構国によっていろんな悪口の言い方があると思います。直接言ったりとか、歴史が関係してたりもするし。そう。ぜひね、悪口は書かないんでいいんだけど、自分の国の悪口と比べてみてどうだったのか、ぜひコメントしてほしいと思います。今日の動画はここまでになります。オンラインレッスンの方、提供しています。グループレッスンも提供しているので、ぜひ興味がある方は、ウェブサイトの方から予約お願いします。今日の動画はここまでです。ありがとうございました。じゃあね。